言で言っちゃうと、セオリー通りやってるだけなんですよね。我が家には温室もないですし、肥料も年に何度かしか与えていません。そして活力剤に関しては一切使っていないです。全く初心者だった私がコチョウランを育てるにあたって参考にしたのは、ネットで調べた情報と本屋さんで立ち読みした内容だったんです。というわけで今日は私がコチョウランを育てる上でセオリーだと思っていること、これを紹介します。まず絶対的に必要なこと、一つ目は温度管理です。温度管理っていうとちょっと難しく聞こえるかもしれないんですけども、ポイントは測ることです。コチョウランを育てる上での温度範囲は15度以上ある場所でとよく言いますよね。四季のある日本ではコチョウランを育てる上で冬越しが一番気を使うところだと思います。温暖な地域と違って四季のある日本でコチョウランを管理するとき、例えば四国みたいに暖かいところより東北や北海道の方が、管理するハードルが高いのかということなんですけども、そういうことではないと私は思っています。沖縄でも北海道でも住んでいるのは人間なので、人間が暮らしていけるように暖房とか家の作りっていうのは人間が準備しているじゃないですか。で、そこにコチョウランを、置いてあげれば大丈夫だと思うんですよね。そして必要なのは今何度なのか数字で捉えることなんですね。で、もし寒ければエアコンなり使って温めてあげればいいだけのことなので、一番大事なのは今管理している温度が何度なのかということを知ることだと思うんですね。あとは寒い場所に置き去りにしないで移動させるとか、ちゃんとお世話をしてあげられるかどうかの違いだと思います。あと同じ部屋の中でも、窓の近くとか部屋の真ん中では違うので、温度計はできるだけ、株の近くに置いてあげてください。で、次は湿度です。湿度は、温度に比べれば優先順位は低いんですけれども、湿度も重要です。理想は 60% 以上あることで、 30% とかになるとやっぱり人間も乾燥を感じるぐらいですので、コチョウランたちにとってはかなりピンチな状態になります。湿度もきちんと測ってみて、低い状態が続くようでしたら、適宜加湿器などを置くなどして加湿をしてあげてください。部屋の中で管理をするときはエアコンの風にも気をつけてあげてください。私のチャンネルは女性の視聴者さんが多いので、よく分かってくださる方がたくさんいらっしゃると思うんですけども、洗濯物も同じ気温同じ天気でも風がある方がよく乾くじゃないですか。なのでやはりコチョウランも同じなんですよね。風が当たる場所と当たらない場所では乾き方が全然違います。空調の風がよく当たる場所では乾燥しやすいと理解して、よく霧吹きをするとか水やりの回数を増やすなどして対応してあげてください。そう気をつけてあげればエアコンの近くでも管理することはできます。我が家もリビング用の大きなエアコンの近くにコチョウランたくさんありますが、毎年管理できていますので対策をすれば問題ないと思っています。ちなみに霧吹きなんですが、霧吹きは遠くからふわっと当てるのがいいですよ。こんな感じ。表面がうっすら濡れるような感じですね。近くから与えてしまうと
大きな粒になってしまうんですね。で、こうなると乾くのに時間がかかってしまって、その間に冷えてしまうこともありますので、近くから大きな粒になるように吹きかけるよりかは、表面がうっすら濡れるように霧吹きをしてあげる方がいいです。ただし遠くから巻きますと、だいぶいろんなところに被害が及びますのでね、後から床とか机とか拭かなきゃいけないという手間はあるんですけど、コチョウランにとっては遠くからふわっと当てる方がいいです。ちなみにうっすら濡れる程度にした方がいいのは寒い時期だけで、気温が十分にある成長期はですね、びしょ濡れでずっと過ごさせても全然大丈夫ですのでね、季節によって、そこら辺の気遣いは使い分けてください。そして次に置き場所なんですが、置き場所はですね、温度にも関わってはきますけど、温度に関しては先ほど、話したので、ここでは温度の話はちょっと省きますね。コチョウランに直射日光を当ててはいけないというのはちょっと調べればすぐにわかることなんですけれども、じゃあ直射日光が当たらない、暗い場所に放置してもいいかというと、そうではありません。やはり植物に最低限必要なのは日光とお水と酸素、この3大要素が必ず必要なので、ある程度は明るい場所に置いてあげてください。日の光が入る明るいお部屋とか、日中明るい照明がつくようなお部屋でですね、光を当ててあげてください。特に強い光がいらないコチョウランとはいえ、やはり成長するのに光は必要ですから、暗い部屋に放置するのはダメです。最低気温が15度以上になれば屋外でも管理はできますが、その際も終日直射日光が当たらない場所を確保して、そこに置いてあげてください。で、次、水やりの話なんですけれども、私が最初にコチョウランを育て始めた時にネットで調べたら、コチョウランの根っこは空気に触れているのが好きだからしっかり乾かしてから水を与えるって読んだので、その通りにしているだけなんですけど、実は私根腐れってさせたことがないんですよ。なので根腐れについては感覚的に全然理解ができていないんです。その点はちょっと最初に謝っておきます。ごめんなさい。鉢植えの場合は、まず素焼き鉢がしっかり乾く。この2種類で言うと、まだこっち濡れてます。で、こっち、素焼き鉢乾いてきてますよね。まず見た目で見て乾いている。そしてその後上から中を触って、その後下から中を触ってカサカサに乾いていたらお水やりをします。ちょっと今乾いてる子がこの子しかいなかったので、この子にお水をあげてみようと思います。鉢植えにお水をあげるときは上からたっぷりかけるだけではなくって、しばらく水につけておく時もあります。それぐらいあげる時はたっぷりあげます。で、そんな風に水やりをするのは鉢植えの場合なんですよね。板付けの場合は常に根っこが空気に触れているじゃないですか。なので案外ね、ずっと濡れてても大丈夫なんですよ。むしろ水やりの回数が少なかったり湿度が少ないと根っこの成長点がなくなってくることがあります。もし板付けで根っこが全然成長しない、伸びないという場合は、一旦水やりの頻度を上げてみるといいかもしれません。コ
この根っこにシワが寄っていなくてもですね、一度水切れの可能性を疑ってみてください。コチョウラン自体は水をもっと欲しているのに、水の供給がないから成長をすることができないという場合もあります。それは結構バンダなんかも一緒で、私はこのバスケット植えで植え込み剤一切なしで育てているんですけれども、やはりこういう育て方っていうのは非常に乾きやすいですよね。水やりを熱心にやっている時にはですね、根っこの成長点、これがたくさん現れるんですけども、ちょっと水やりをサボってしまうと動く根っこの本数が減ってしまうんですよ。ですので、こうして根っこの成長点がたくさん、見られる時にはいいんですけれども、もし根っこの先端に成長点が、減ってきてしまったなと思ったら、一度湿度不足、水やり不足を疑ってお水やりの回数、そして霧吹きの回数を増やしてみてください。鉢植えの場合は水のやりすぎっていうのをすごく気にするケースが多いんですけども、板付けの場合はですね、株全体が元気そうに見えても水が足りてなかったっていうことも割とあるんじゃないかなと思いますね。ここまで偉そうにちょっと言ってきましたけれども、ここまでいった方法で管理すれば 100% 全部のコチョウランが根っこが伸びまくるというわけではないんです。うちの全然動かない、どうしたらいいんだろうと、迷われている方、もしかしたら、難易度の高い株に挑戦している可能性もあります。おすすめは基本的に白花です。やはり白花は、強健な種類が多いです。育てる上ではやはりお花も楽しみの一つなので、好きなお花の株を選ぶということを否定するわけではないんですけれども、花がない期間目に見えてぐんぐん育ってくれるっていうのは、やはり育てる人の心を癒してくれますのでね、それはすごく重要なポイントじゃないかなと思います。コチョウラン育てていて思うように成長しないという方はですね、白花すっごくおすすめです。なんで白花人気がないんでしょうね。巷に溢れすぎてるからですかね。贈答用のイメージが強いから、なんかつまんないっぽいイメージなんですかね。まあそうは言ってもね、私実はもう白花いらないんですけどね。だって白花だけで20株ぐらいあるんだもん。はい、ということで今日は私がコチョウランを育てる上で軸にしているセオリーと、あと実は動きにくい株って難しい株を管理しようとしていませんかというお話でした。本日もご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。